はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。暑い。皆さん、暑い日って無性に辛いもの食べたくなりませんか？ということで今日は激辛ソースを集めて食べ比べをし、激辛の歴史についてご紹介していきます。それでは早速やっていきましょう。夏になると注目される激辛料理ですが、振り返ってみると今まで色々と激辛商品がありましたよね。激辛ブームの先駆けとなったのは1984年に発売された皆さんご存知湖池屋のカラムーチョです。当時はチリ味など辛いスナックなどがほとんどなく、このカラムーチョが日本の激辛の先駆者なのでもっと崇められてもいいですよね。ちなみに自分はスティックタイプのカラムーチョが好きです。さらにクラシエフーズが激辛カップ麺辛メンテを発売して、翌年1986年の流行語大賞に激辛が銀賞に選ばれたりもしました。その後1990年にはタイ料理の老舗ポカレストランの日本出店があり、東南アジアエスニック料理が広まり、第二次激辛ブームが始まります。そして2000年代に入り、ペヨンジュンの冬のソナタが大ヒットしたことにより韓国料理が注目され始めます。2003年第二次激辛ブームと重なって第三次激辛ブームが来るのですが、この商品の登場で桁違いな辛さにレベルアップします。それが暴君ハバネロです。当時世界一辛い唐辛子と言われていたハバネロを使ったスナックです。これは昔よく食べた記憶があります。そこに激辛タンメンを売りにした蒙古タンメン中本がブームに拍車をかけます。最近はコンビニでカップ麺も売っていますね。たまに無性に食べたくなって食べちゃいます。2009年には食べるラー油、2012年にはペヤング激辛焼きそばなどが発売され大ヒット。この頃にちょうど世界一辛い唐辛子の熾烈な争いがありました。先ほど言ったように2000年代前半はハバネロが一番辛いとされていましたが、2007年にブートジョロキア、2012年トリニダートモルガスコーピオン、そして2013年から現在もですがギネスに認定されているキャロライナリーパーです。以前シュールストレミング界で匂いの単位でアラバスターが出てきましたが、辛さにも単位があります。それがスコビル値です。ピーマンシシトウ0スコビル、タバスコ2000スコビル、ハバネロ35万スコビル、ブートジョロキア100万スコビル、キャロライナリーパー220万スコビル、一時のジンバブエくらいのインフレしちゃってます。現在は第4次ブームとしてスパイスが多様化したことから、しびれ系やストロング系とも言われる超激辛料理が注目を集めています。今日は有名どころのホットソースをいくつか用意しました。ホットソースとは赤唐辛子やハバネロ、ジョロキア、ハラペーニョといった唐辛子を原料としたソース、調味料の総称です。主にタコスやブリトーなどのメキシコ料理やピッツァやパスタ、ホットドッグにハンバーガーなどに使われることが多いです。このタバスコは一番有名ではないでしょうか。もちろん世界各国でも定番のホットソースです。アントニオ猪木さんが日本に広めたとも言われています。こっちの緑の方は青唐辛子のハラペーニョが原料になっていて、ちょっとマイルドな辛さになっています。こちらはサンバルアスリ、インドネシアのチリソースです。チリソースもホットソースの仲間で、トマトベースの唐辛子や調味料を加えて作られるため辛さが控えめになっています。そしてこれがデスソースと言われるアメリカのガードナーリソーシーズという会社が販売しているホットソースです。誕生のきっかけはアメリカのバーテンダーが閉店を過ぎても帰らないお客さんに対し、激辛ソースを塗ったチキンウィングを完食できたらまだ帰らなくてもいいよというゲームを持ちかけたのがきっかけだそうです。いくつかのシリーズがあるのですが、これはその中でも辛くサドンデスソースと言います。サッカーでもよく使われるサドンデスという用語は突然死を意味します。これはマリーシャープスのソースでハバネロの他に人参や玉ねぎ、ニンニクなどの野菜が入っているので、その分まろやかになっています。これはブルダックソースです。韓国の激辛ソースで、これを唐揚げに和えるだけでヤンニョムチキンが作れたり、味付けに結構使われることが多いです。パンナコッタさんの動画にもよく出てきます。このチンスーはベトナムのチリソースです。ベトナムでは一家に1本はあるそうです。こちらはタイのスイートチリソースで、チリソースに砂糖が多く含まれた甘さが特徴的です。生春巻きとかに使われるイメージがありますね。比較的日本のスーパーにも置いてあります。ということで今回はこのタバスコを使ってバッファローウィングを作り、さらにそれぞれソースをつけてどれほど辛いものなのか食べてみます。ボウルに鶏肉、ブラックペッパー、塩、レモン果汁を入れて手でよく揉みます。
続いて小麦粉をボウルに入れ、コーンスターチ、塩、ブラックペッパー、パプリカパウダー、ベーキングパウダー、ガーリックパウダーをよく混ぜ、それを先ほどの鶏肉にまぶします。油で一度揚げたら取り出し、もう一度投入して二度揚げします。フライパンにバター、ニンニクを入れ、ケチャップ、タバスコ、砂糖、醤油を混ぜ合わせます。そして揚げた鶏肉に絡ませます。お皿に盛り付ければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はサントリーの赤玉パンチを飲んでみます。居酒屋などでも見たことはあるんですが、実は飲んだことがないので今回初体験です。赤玉パンチは簡単に言えばワインのソーダ割りです。意外と甘いです。ぶどう感が強く飲みやすいです。ファンタグレープっぽい感じもします。疲れている時とかに飲みたい一本です。これは結構好きですね。それではバッファローウィングいただきます。普通のフライドチキンもいいですが、少し辛みがあると食欲が湧きます。試しにサンバルをかけてみます。ニンニクの効いたチリソースがちょうどいい辛いを作り上げてくれます。スイートチリソースはより甘くなります。甘い中にもほんのり辛さがあります。辛いものが苦手な人も食べやすい辛さです。マリーシャープスはハバネロなので、先ほどのとは種類が違います。一気に辛みが強くなります。ニンニクや玉ねぎが入っていることで、より複雑な味わいになっています。このチンスーは辛みがガツンとくるよりはチリソースに似ています。いろいろな料理に使いやすそうです。続いてタバスコの緑の方をかけています。通常のタバスコよりもドロッとしていて食材に絡みつきます。ハラペーニョの酢漬けを食べている感じがします。辛さは控えめです。ブルダックソースは正直これだけ全く方向性が違います。辛い。結構辛いです。ラーメンとかドバドバかけている人もいますよね。これはブルダックソース味ですね。そしてデスソースです。可愛いキーホルダーがついています。1滴2滴ならギリギリ美味しく食べられる範囲です。3滴いくと口から火が出ます。昔デスソース入りの焼酎水割りを一気して、その後床を這いずり回った記憶があります。ふざけては食べないようにしましょう。ちなみに夏など暑い日に辛いものを食べるのは理にかなっています。暑い時期はどうしても食欲が減退しがちですよね。辛い料理に使われるスパイスなどはニンニクのように食欲をかき立てる香りを持つものに加え、唐辛子や生姜などの辛味成分も含まれています。この辛味成分が消化器の粘膜を刺激し、中枢神経の働きを向上させ、これにより消化器へ送られる血液の量が増えて消化液の分泌が促進されて食欲増進につながります。さらに辛味成分は発汗作用を促すので、発汗した汗が皮膚の上で蒸発するときに体の熱を奪い、これにより暑さで上がった体温を下げる効果があります。ただただ自分を追い込むためだけに辛いものを食べていると思ってましたが、しっかりとした根拠があったんですね。辛みは痛覚で温度覚で感じております。人間は脳が痛みを感じ、その痛みを和らげリラックスさせようとするエンドルフィンが分泌されるのと同時に、興奮作用のドーパミンも分泌され多幸感を感じるので、不意に辛いものが食べたくなるそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。激辛ソースいかがでしたか？辛いものの食べ過ぎには注意が必要です。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。